ました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして乃木坂ちゃんです。はい。頑張ってください。はい、さあみんなジャージですけど今日何やるか日村さんお願いします。参りましょう。松村さゆり卒業記念1期生やり残しスペシャル。本日で乃木坂工事中出演が最後となる松村が番組でやり残したことを行う送別企画。何をやり残したのかねえ日村さん。1期生タイムカプセル。1期生のメンバーからいろいろな思い出の品を集めこの保存タイムカプセルに入れ10年後に開封したいという松村。もう何を入れるかちょっと私の独断で決めちゃったんですけど、いいよ今のこのみんなの髪の毛言いそうだよ。言いそうじゃん。みんなの髪の毛は言いそうだよ。そうじゃない。は言いそうだから。今回はプロフィール帳、今現在の自分のプロフィールを入れて何年か後かに見たらすごい懐かしい面白い。かなって思って。いいね。卒業式で交換するプロフィール帳を書いて保存したいという松村。1期生メンバーが書いてきてくれたのでその内容を紹介。じゃあ松村の恥ずかしい。生まれたのが内初年。いやいいななんか。内初年ですよ。8月27日生まれ。リンゴ13歳。こういうのちゃんと書かなきゃダメなんじゃない？将来の夢。田舎に住むか都会に住むか考え中だよ。ああこういうのもしかしたらね。10年後は違うとこ住んでるかもね。結婚してるかもしれないしもしかしたら。あー確かに。どこ田舎ってどこ？海山？海です断然。ーで私結構カズミンのなんか地元らへんとかガチ。千葉めっちゃいいな。そういいよね。いや海か山だって日村さんも海なんだよね。俺も海なの。超合ってる。何？どうしたの？どうした高山なんだ？土地買ってくれませんか？どうした？土地買ってくれませんか女が出てきた。いや暴走大丈夫だからってけど。高山が持ってんの？あるんです。高山家が持ってるところがあるんです。どのぐらいの広さでかさ？でも一軒家プラス庭付きぐらいで、結構持ってると手入れ大変みたいで大変だよ行かなきゃいけそうなんですよ。ないってな。草刈りとか行って大変そうなんで、よかったらお願いします。でもそれを今日村さんが買ったらそこから通うってこと？あこういうのあったな。1期生の中から1人選ぶなんかこのテーマに総理大臣になりそうな人高山和美。なんでこれゾンビ映画で一番最初に死にそうな人を樋口にしたの？なんで？私？だって勢いで生きてるからみんなを守るみたいな感じで一番に行って一番に殺されちゃいそうだなって思って。なるほど逆にみんなのためにね。で日村さんがゾンビだったら誰一番最初食う？でも樋口かなやっぱり。だからやっぱ最初に死ぬよ。無人島サバイバル最後の一人になれるの。あすかちゃん。なんかあんまり人一倍食料も少なくって済みそうじゃないですか。獣とかがいても一番あんま狙われなさそう。順番に食べられていった時に最後になりそう。日村さんが獣だったら誰最初に食べる？いや絶対樋口でしょ。何なの樋口の次は？樋口食ったら大体腹いっぱいになってるから。さあ、続いていきましょう。10年後のメンバー予想図。はい、松村これは？これは10年後のみんな各それぞれみんながどういう風になってるのかを今予想して書いて、で本当答え合わせみたいに開けた時に絵を描くの？絵を描く。似顔絵？似顔絵を描いて10年後のみんなそれぞれ描き合ってこの子はこういう風になってるんじゃないかとか。というわけで1期生メンバーにバナナマンも加わりこの組み合わせでお互いに相手の10年後を予想して似顔絵を描き上げることに。じゃあ松村からいきますか。じゃあ松村。高山さんの10年後の予想はこちらです。じゃん。何これ？すごい。なんか高層マンションの最上階ワンフロアここに住んでて。す
ですごい金持ちだなすげえ。モフモフの毛皮のコートででもミニスカなんですよ。バーキン持ってる。でバーキン持ってて犬を4匹飼ってる。で車は高級車3台で。金持ちになってるってこと。絶対お金持ちになってると思うんですよ。何かしらもう本当に桁外れの金持ちになってんじゃないかな。なってたい。一方高山、はい。私は松村。はい、まっちゅんはこんな感じです。かわいい。これは髪の毛を子供が3人生まれていて、で髪の毛をバッサリ切ってちょっとだけふくよかになってて、でも幸せそうな。ママになってる。は双方いい感じ。い。嬉しいです。もうワードはいきますか。はい。じゃん。さあ、樋口。何ですかこれ。髪の毛も前髪も全部お団子にして、で男の子から1人目で、赤ちゃん女の子いて、こうやってワンピース着ておしゃれイヤリングとかして、こういうなんか幸せなのが想像できるなって思って。かわいい。そういうじゃあ一方。はい、私は前はこうなってると思います。どうなってんの？どれがどう？裸足？前は自然がすごく好きなので、自然。10年後きっと田舎の自然いっぱいなところで本当にもう裸足で済むかのような教育を子供たちにして、あと大型犬に囲まれたいって言ってたので。犬か。なんかキツネとか野生動物かと思った。はい。さあ続いて秋元。星野書いて。あ、なんか似てんな。なんかみなみのお母さんがすごい可愛いんですよ。似てるよね。ちょっと子供も似てるな。なんか雰囲気ママとみなみも似てるから、そのみなみの子も似るのかなと思って同じとこで分けた子。さあそして一方星野。秋元の10年後。同じみたいな。なんでこんな。すげえ。同じだ。怖いね。何これ。怖い。目もちっちゃいし、ほうれい線もあるし、なんかちょっとリボンつけちゃって。なんかやべえやつになりそうだね。リボンして。じゃあ続いて俺からいく？じゃあ俺ね、あすかちゃん32歳。すごい。これはね、もう会社持ってんですよ、ビル。自分の。もうこういう仕事もしながらビジネスマン的にもなんかコスメかなんかでまず当てて、そこからどんどん元手を大きくして割とこう世界的な会社とかをやっちゃうんじゃないかな。コンタクトとかね、つけまとかそういう系のとこから足がかりで入って、わかる全然ありえる。化粧ブランド作って。嬉しい、欲しいそれ。さあじゃああすかちゃん。私そんなに。はい。いいよねこ違うんだ。10年後俺ヒョレキチャリャー。れ。芸術の域入ったよ。何それ。可愛いけど。何してんだ俺。設楽さんは渋くなってなんか葉巻みたいなの吸ってでめっちゃいい時計してて、でこれはなんか10年後も日村さんと仲良しだと思うので、日村さんのなんか入れ歯とかを。なんで仲いいの？俺の入れ歯持たれてるの。俺はじゃあその時どうなってるの？入れ歯外す芸ができる。ありがとうありがとう。そうなるよじゃあ俺。どっちがいいかな。じゃあ生田から日村さんいきますか。わかりました。こっちだね。怖え。なんだよそれ。どうなってんだそれ。なんだよこいつ。怖えよ。なんだよこいつ。なんか海外の刑務所入ってるみたいな。
あいつに街で会ったらちょっと身構えるよね。面白い。仕事は別に普通にしてるの。このまんままあでも10年後の日村さん全くあれになってたら面白いけどね。あれこの絵じゃんみたいな。俺ら何なんだよマジで。さあじゃあ対する日村さんが描く生田の10年後。やり合い生田びっくりしてんね。俺も真面目だよ本いや当に。その絵のやつら夫婦なんじゃないの？いやもう大熱唱してるわけよもう歌。何これどういう状態？もう独身。やだ独身やだ生田はそんなに変わらないというか歌ってんのか。歌ってるわけもう大熱唱。舞台か映画かわかんないけどね。やばいね。すごい歌声を世界中に届けてるっていうそのアップをこう抜かれた瞬間っていうのはやべえなもう。悲鳴が起きたもんね。怖いよね。いや書いてる時からやばかったよな。やばかったし、でもすごい真剣になんか上手い人のタッチで日村さんは昔から直線書く時もさっ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 て。バナナマンさんもこれ書いたから一緒に開けてくれるんですか？いや開けたい俺。俺らも開けたいけどでも本当俺ら死んでるかもしれないもんね。そんなわけないですよ。死んだないよ。一番リアルな死んでない。でもさこれちょっと考えちゃうよ。松村まだ他にやり残したことがあるんだよね。はい、おオーナー跳びです。出たー。大縄跳び。うわいやこれはもう、まあ乃木坂の歴史と言ってもいいですね。番組で過去何度も挑戦してきた大縄跳び46回チャレンジ。妥協ね。妥協じゃないです。方向転換です。今回はその失敗の歴史に終止符を打つべく1期生8人で46回ジャンプを成功し気持ちよく卒業したいとのこと。でもちょっと本当に本気出してなんかみんなでちょっと飛び方のレクチャーとかもしてもらったりとか。本当？はい。そうこの悲願達成のため1期生は収録前に集合。専門家指導のもと綿密な準備と対策を練って本番に臨むことに。いやこれ確かに達成した方がいいよ。よしやろう。もう1回目が俺勝負だと思うんだよね。本当ですか？いやだって体力がなくなるじゃんどんどん。じゃあ46回飛んでもう気持ちよくさ、松村卒業させてね。そうしよさあまた今回もね縄跳び康介さんにもうずっとお世話になってますけどすいませんね。う。ありがとうございます。毎回来てもらってるけど成功してないのにね来ていただいてね。頑張れ。ちょっと一回みんなで気合い入れ。いいね。もちろんもちろん。そういうのやって。よし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 。ありがとう。できる。できる。いいね。できる。できる。思ってるあげる。思ってるあげる。みんなで46回目指しましょう。はい、せーの。のぎゅぎゅせーの。中間感謝笑顔上にの乃木坂行こう。頼むぞ。大縄跳び負の歴史を断ち切るためそして旅立つ友を送り出すため毎度失敗に終わり肩を落として帰っていく縄跳びの先生のためにも1期生8名が10年の絆を信じ46回ジャンプに挑む。46回連続長縄跳びお願いします。いきますせーの。おいよ12おいけんじゃないおいいぞいいぞわあいいぞおすごいあいくんじゃんおおあ30あれ今何回いった39だったよね。
38？いやもういったと思った。あれちょっとスロー出る？誰だ？松村だ。チュンで引っかかって松村松村だ。おい松村どこいる？松村どこ行った？松村引っかかっ松村おい出てこいよ松村。松村引っかかってるぞ。はでお前。本当に申し訳ございません。大丈夫。惜しかった体力的には結構まずいかもしれないけど、だからあと 1,2 回の中で決めないと。そうだね。疲れ果ててもうできる。次だよ。38回を飛んだ1期生。しかし一番達成の確率が高いのは体力のある初回のチャレンジ。全力を出し切った初回を失敗したことでメンバーに不穏な空気が流れ始める。もうみんな立てないんだね。高山どう？今のでいかないときついだろ。はい、もう多分無理だと思います。もう無理だと思います。もう飛べない。アスカちゃんとか大丈夫？体力いやもう無理ですね。しんどい。もうはいこれっきりで。もうあと 1,2 回だろ。あと1回。1回かな。ちょっとじゃあもうちょっとこう整えていってもいいよ。卒業する松村のミスで終わらせるわけにはいかない。その思いで再び立ち上がり46回を目指し2度目のチャレンジへ。苦しくなった時ほど高く足揃えて。はいはい。 46回いくよ。頑張れ。さあ皆さん応援してあげてください。よーいスタート。因縁の大縄跳びチャレンジ悲願達成なるのか。さあよーいスタート。せーの長年の悲願達成の瞬間をもう一度。46回成功です。本当になんか本気でできるとは本当に思わなくて、でもなんかこうやって1期生でずっと10年間やってきて、何でも頑張ったらうちらに達成できないことはないんだなっていうのを改めて思って、なんかもう改めて悔いはないですね。よかったね。いやもう一生無理だと思ってました。でも本当にすごいなって思いました。みんなと一緒なら何でもできるんだってめっちゃ思いました。星野もね、よかったね。もうでもなんとなく今日はできるなんて気がしたんですよ。やっぱみんななんか一期生みんな負けず嫌いだから、そういう負け事賭け事みたいな。賭け事やってんの。勝負事ね。一期生楽屋で賭け事やってんの。久保ももう泣きそう寸前でしたね。先
輩方あまりにもかっこよすぎて、改めてこんな素敵な先輩を持ってて幸せだなと思ってうるっと来てしまいました。わかる。いや、あすかちゃんよかったな。よかったです。やっぱこの企画も別に誰もやろうって言わなかったから、でもみんな心のどっかでは多分達成したいなって思ってたから、それをきっかけをくれたのはさゆりんなので、ありがとうございます。ありがとう。いや、ごめんね、こんなムード壊すようで46回飛ぶのってそんな難しいむずいよ。難しいわけ。すごい。本当一つになったね。なんだろう、自分はこの後卒業する松村からラストメッセージ。なんか出来損ないの人間なんですけど。ということで、乃木坂工事中で松村が出演するのはこれが本当に最後のブロックですよ。なってしまいましたね。寂しくなりますけどね。どうですか、振り返ってみて。なんかみんな泣いてますか、このスリーショット。スリーショット泣いてるた人もいたんじゃない？なんで寂しい、いろいろが思い出されて、まあ松村はいろいろな苦労もしたメンバーですしね。でも昔ながらいろいろあって、なんかバカみたいに笑ってる松村が戻ってきてくれなきゃ寂しいなんて言って、でその後ちゃんとね頑張ってまた戻ってきてくれたから、そう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 、すごい良かったよね。なんかちゃんとこう最後までこう可愛らしい松村が結構10年間見られたっていう、今日も本当ラストもそうだったし、そうだね、松村らしかったよね。松村が考えてくれた企画とかもなんか松村らしいし、やっぱり本当寂しい。でも本当になんかすごいいろいろとすごい笑うのが怖かった時がある。なんかやっぱお二人がそうやってなんかなんていうんですか、ただ優しいだけじゃない、でもそれでもなんかこの乃木坂46にいながらできることを探さなきゃいけないんだなっていうのを、乃木床とか乃木坂工事中にいるとすごい自覚させられることが多かったし、なんかここはやっぱなんかホームだっていう感覚が強かったので、本当それこそ後輩のみんなにもなんかここだと何でも自分を出してもいい場所だって思ってもらえたらいいなと思うし、本当に自由にさせていただいたので、びっくりするぐらい、なんかたくさんご迷惑もおかけしたけど、とても楽しかったです。あれどうすんの、今後は芸能界で仕事するの？そうですね、一応。じゃあどっかで会えるかも。じゃあ会えるかもね。ねえ、わかんないです、それは。会えたらいいなと。じゃあそれ目標に頑張ります。ということでもう最後ですけど、なんか本当にこれが最後ですけど、言い残したこととかあったらもう本当終わりですけど。でも私すごいほら設楽の女とか言ってましたけど、本当は日村さんも、本当は日村さんも好きですよっていうの。なんでそんな理由言わなくていい？ HK3 は全然本当みんな日村さんのこと好きですよって。番組上やってるだけだってね。なんだよそれ。いや俺は違うと思うから。なんだそれ。なんだ。そんなの言わなくていいよ別に。でもなんか本当になんだろう、自分は全然才能もないし、なんか出来損ないの人間なんですけど、なんかはい、出来損ないの私のことをずっと見捨てないで応援し続けてくださって本当にありがとうございました。なんか本当に今ちょっと卒業寂しいですけど、なんか本当に後悔がないというか、なんかやり残したこと全然ないなって思えるのが本当に良かったなと思うし、それはでももうそれはもうみんなのおかげだし、バナナマンさんのおかげだし、もうファンの皆さんのおかげだと思うので、本当に私の人生を幸せにしてくださって本当にありがとうございました。いやね、ということで、松村卒業ということでね、長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。わーい。はい、どうも。ありがとうございます。お疲れ様でした。そして通常ならこれだけなんですけど、松村にはこちらもね。嬉しい。そう。椅子プレゼント。なんかいいと思うよ。これいいよね。全メンバーからのメッセージも掲載されている松村沙友理卒業記念写真集「次いつ会える」が7月13日に発売。
8月18日に発売される乃木坂工事中ブルーレイ第4弾各タイトルの収録内容が決定。詳しくはオフィシャルサイトまで。